やるよ。知らないよ。こうして、こう。やば。焦んないで。やめて。やめて。焦んないで。これが違う。何これ。うわ、最後も JB という紙すく。あざっす。回し方集中。だから向こうでくっつけられるのか。こうやってちぎるじゃん。こうやってくっつけられるのか。うわー、紙すく。全部紙すく。もう今のレベルだと全部紙すく。何これないんだけど。あるじゃん。はい。何これ。これと多分これが違うのかな。本当？信じるよ。信じるよ。ナイス。いいね。判断今どうした？めちゃめちゃフリーズしたけど、どうした？ AO50、39.95。AO100、46.02。香ばしいタイムだね。皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日は APB をざっくり回してみて感じたことというのをお話ししようと思います。APB でどこまでいけるかっていうのをやってみようと思うぐらい結構楽しかったです。ざっくりなんですが、だいたい40秒ぐらいですかね。最初1分ぐらいだったのが100回回して40秒ぐらいまでに落ち着いてきたっていう感じですかね。こんな感じ。で、一番最初に説明した時に分かりやすいようにというか、こういう、例えば黄色下で言うとこういう感じで見ていった方が分かりやすいので、あえてこういう感じで最初は説明してたんですが、1×2×3 のブロックを作るときっていうのは、ここまで合わせる必要はないということなんですよね。これ先に説明しちゃうと分かりにくいかなと思って、あえてそれ言わなかったんですけど、どういうことかっていうと、例えば、黄色下でやりますね。黄色下の場合の赤黄色が来てほしい座標ってここなんですよ。つまり、この子って1やって2やって OK なんですが、1×2×3 のブロックを作るときって1で終わりなんですよ。これさえできちゃえばいいんですよね。これだけできてしまえば、あとこことここに F2L スロット突っ込んでいけばいいので、別にここ合わせる必要ないんですよね。で、やってて気づいたことだったんですけど、最大2手です。絶対2手です。1手でできることもあれば、2手かかるっていうこともあるんですけど、基本的によく観察すると、必ず自分が持っていきたいところまでには2手以内で絶対揃えます。なので、今回の場合は1手。1手で赤をこうくっつけることができたよと。で、ここに F2L ブロックがいるんですけど、こういうのとかを入れていくと。ドン。入れていく。赤青と赤青。これがね、私苦手なんですよね、今。めちゃくちゃ下手くそなところで。このままくっつけられるんですよ。このままくっつけられるんですけど、これのこういう判断方法がいまいちよくわかってなくて、こっちだっけこっちだっけみたいな感じになっちゃうんですけど、こんな感じでくっつけて、ドン。はい、こんな感じ。なので、ここのことを気にする必要はないよと。一番最初はもう本当にこれとこれをくっつければ OK ということを覚えておくと、より一層このブロックを作るのが早くなるんじゃないかなと思われます。で、あとはもうここがね、横向きの方が個人的にはやりやすいなと思いました。くっつけてあげて、U してあげておしまい。こんな感じですね。緑面。ここにこういるので、上手な方はどう入れるんでしょうね。私はこれ、一回こっちに向けて、ここでくっつけてあげて、流通してしまってあげると。こんな感じで入れていくんですね。で、ここがむちゃくちゃ下手くそなんですよね、私。全然このブロックがまず探せなくて、でもこれももう慣れなんで、もうしょうがないことですね。こういって、例えばじゃあこういきますか。で、これを切ってあげて、出す。で、あとは、ここが異色だった場合っていうのは向こうなんですよ。このコーナーが横を向いてる場合も、ここのエッジの側面の色が異色だった場合っていうのは向こうでくっつけます。同色だった場合っていうのはこっちでくっつけます。つまり今回異色でひっくり返ってるパターンなので、向こうでくっつけるんですよね。ほら、こんな感じ。という感じで、私はここでね、完全には判断してますね。とりあえずこいつが上なのか横なのかっていうのを判断するのがむちゃくちゃ遅くて、その後は今みたいにスムーズに
相型を作ることができているので、突っ込んでるという感じですね。で、EO 処理なんですが、これ、まず上見ます。上見て、白か黄色がないやつっていうのは、EO が間違ってると仮定します。これとこれ。そして、横面を見たときに、白と黄色が入ってるやつっていうのは、間違ってると仮定します。となると、これとこれなんですよね。で、EO っていうのは、6個もありました。1、2、3、4、5、6。6個だよね。多分6個あった気がするんですけど、気のせいかな。6個もあったような気がするんですが、EO っていうのは、0か2か4か6、偶数になるので、例えば、これとこれっていうのが違うってなったら、もう2個なんで、もう2個のやつのパターンで処理してあげればいいんですが、例えばこいつですね。黄色も白も入ってないブロックなんですよね。だから、例えばですよ。これが白入ってなかったとして、1、2、3っていう風に上パッと見たとき、白も黄色も入ってないっていうブロックが、これももし入ってなかったとすると、3。で、ここにはないみたいな感じになった場合、3だとおかしいからこいつは合ってる。みたいな感じの消去法で、この子を白黒判断つけていけばいい。みたいな感じで、今私は判断してますね。今で言うと、これ、上に白と黄色がついてないんで、とりあえず違うと仮定しておいて、で、ここの面で白と黄色が入っちゃってるやつっていうのはこれなので、なので、とりあえずこれとこれがEO違う。2個だから大丈夫だね。で、2個のパターンっていうのは、例えばこことここに入れといたパターンだったら、これで直せるから、はい、EO揃えることができました。みたいな感じで揃えてますね。今、これで言うと、はい、じゃあ上見ましょう。これとこれとこれが白と黄色ついてないんで、まず EO 間違ってると仮定しますね。で、これとこれ、白黄色が入っちゃってるんで、この子 EO が違うと仮定すると、1、2、3、4個なんですけど、これがね、ここに入ってるやつがあるんですよ。で、これを私の能力ではどうやってもこっちに落とすことができなくてですね、こういう形で出てくることあるんですよ。今で言うと、これすっごいわかりやすいですね。はい。上を見たときに、ない。白黄色がないので、とりあえず1、2、3ですよね。で、ここ、白黄色がついちゃってるんで、1、2、3なんですけど、この子は1、2、3って被っちゃってるんで、とりあえず1と考えたとして、1、2、3、4、5。あれ ?5 個 EO 違うのがあるな。となったときに、この子が EO 合ってるというふうに断定できるんですね。そんな感じです。なので、この子は EO のトータルの個数によって、その EO が反転してるのか反転してないのかっていうのを判断してあげればいいという感じで、慣れてくると結構ね、パパパパみたいな感じで、そのどこが EO 違うのかっていうのはすぐ判別できます。で、こうなってる時っていうのはいいんですよ。これが違う、これが違う、これが違うってなった時っていうのは、これを上に出してあげれば、さっきの1、2、3、4の形にできるんですよね。空いてるところ、違うなので、この子をここに出します。ここに出してあげて、U して、ってやってあげると、違うになるので、S を使ってやっていく形にできるんですけど、これが、ここにあるやつっていうのは、EO 処理2発やってあげないといけないのかなと思って、私は2発やってます。どうしても、ここにあるやつをここに持っていけないんですよ。多分持っていけると思う。多分持っていけるとは思うんだけど、私がそれに気づいてないだけです。ここが違うってなった時にちょっと困ってるみたいな感じですね。1個思ってたことがですね、EO 処理をあえてしないということですね。それも考えました。考えてちょっとやってたのがあるんですよね。この100回の中に含まれてるんですが、話しながらやっていきましょう。はい。こんな感じ。今適当にガチャガチャ崩したんですが、これとこれです。これとこれなんで、こう見ると D だけでいいってことですね。これで、ある意味、クロスじゃないけど、はい、完成、みたいな。こういう感じです。で、あと、F2L を入れていけばいいっていう感じなんですが、これ、今、赤と赤で同色になっちゃってて、T 型の形に見えないんですよね。なので、これはここに持ってこないといけない、みたいな感じで、こうやってくっつける。っていう風に、今私はやってるんですけど、難しいですね。今ここに赤、青がいて、ここにいるんで、はい。こう見たときに同色なんで見えないんですよね。T 型のパターンに。要は異色になってない。つまりこうやってくっつけてもダメってことですね。なので、この場合は向こう側に持っていかないと、こうやって
相方ができないよみたいな感じなんですが、なかなかね、こういうのとかもすごく面白くて考えながらやっておりますね。で、今回はこれが移植なので、向こう側ですね。向こう側に倒してぶち込む。はい、問題はここです。で、こういうパターンなんですよね。で、ここであえて EO 処理をやってあげなくっても、持ち替えとかも入ることにはなるんだけれども、OLL を全部覚えてる方っていうのは、例えばですよ。これいろんなところに出てくるんですけど、こういう場合って、はい、これでクロス入っちゃうんですよね。なので、あえて EO 処理をせずに、クロスもこれ組んじゃってから、はい、F2L どうしよう、みたいな。っていう感じでやっていっても、十字は出てこないんですけど、いいのかなっていうのもあるんですが、ちょっと試してやってみたんですよ。20回ぐらいですけど。結論から言うと、十字の OLL が強いっていうことですね。EO 処理とかをするのは手間だし、今こんな感じで白とかで慣れたっていうのはあるんですが、やっぱりちょっと判断とかに時間かかると。だったら OLL 覚えてんだったら、今みたいにもう EO の位置とか調整しないでいいから、ここだけ入れ終わった後にクロスを最後埋めちゃってやる、OLL57 個やる、回すみたいな感じでやっていくのもいいかなと思ったんですが、やっぱりね、こう持ち替えが入るとかですかね。そういったところも含めて EO 処理をして十字の OLL を処理するっていうことが結構強かったので、やっぱり EO 処理をしてからF2L を処理するとかっていう方がいいのかなというふうに思いました。最後の F2L もやっぱり EO の向きが合ってる F2L ってすごく入れやすいんですよね。試してはみたんですが、あえて EO 処理をしないっていうのも悪くないんじゃないかなっていうのもあったよということをお伝えしておきます。先ほどから見てくださってて気づいてるかもしれないんですが、私これカラーニュートラルっていうとおかしいんですが、シングルなんですよね。どういうことかっていうと、いろいろ試してたんです。というのは、もともとスクランブルされた状態で、I 型の F2L ブロックとかがあった場合は、その子を優先的に入れていくクロスの色を左側にしてやってあげた方が絶対いいんです。絶対いいんですけど、私の場合だと、これがすっごい苦手なんですよ。オレンジを手前、つまり、青面を左側で F2L を組んでいくっていうのがめちゃくちゃ苦手で、GG メソッドとか、この APB とかをやってると、なんとなく、分かってくださる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、F2L をやってる時っていうのは別にどの向きでも大丈夫なんです。オレンジ緑が手前だろうと、何が手前だろうと、とりあえずF2L ブロック主体みたいな感じで考えてるので、どの面が手前を向いてても、F2L とか組んでスポン入れるだけっていう感じなんですが、ずっと固定で解けって言われると、青赤を奥で、みたいなのがすごい違和感があって、で、同じように、緑赤を右奥で、みたいな指定をされてしまうと、緑赤ってこっち向きだからこうだよね、みたいなのがちょっとよくわかんなくて、赤完全固定で解いてるんですよね。ですけど、本来だったら、例えば今で言うと、もう緑っていうのがこうやってブロックくっついてくれてるんで、もう緑で解いていくみたいにした方が絶対にいいです。ですが、今私は慣れてる段階なので、赤固定でいいかなとか思って赤で解いてるんですが、こういうパターン。これが2手かかっちゃうパターンかな。これ2手ですよね。これ1手で入んないよね、多分。私の場合で言うと、1、2で、こんな感じですね。ここに今くっつけたっていう感じですね。で、あとは組んでいくっていう感じです。で、やってみて一番時間がかかるなと思ったところは、やっぱり今のここですね。このブロックを作るっていうところで、コツとしては、まず一番手前、ここ、フロント面の下のところにエッジパーツを置いとく癖をつけるといいと思います。そうすると、コーナーを見つけてきたときに、こういう動きだったりとか、こういう動きだったりとかでくっつけることがやりやすいんですね。なので、とりあえず相方となるエッジを見つけたら、ここ、下段のところに置いといて、これで言うと、向こう向きじゃないとこうできないよね。みたいな感じのことを、少しずつ慣れていくといいのかなっていう感じですね。こういう風にいた場合は、まずここに置いとくと。で、ここにいて、これじゃできないから向こうだな、みたいな感じですかね。こういって、こう入れていく感じですかね。で、あとは、やっぱ本当はね、
これとかを作ってる時に慣れてきたら、当然このこと、今は私は FTL 初期みたいな感じで、こればっかり考えてるんですよね。なので、これをこうやってスロットインした時に、この子のこととか、今から見るんですよね。緑どこにいるんだろうみたいな感じで。これはもう本当に慣れなので、頑張って慣れていくしかないっていう感じなんですが、こういう次々みたいなペア探しっていうのを慣れていくということですね。で、やっぱこの苦手なのがここですよね。この子の2つのブロックを探すっていうのも遅いですし、こうやってくっついてた時っていうのはね、私の場合だともうこう言って、はい、ここで判断、手前だね、みたいな感じで手前でくっつけてぶち込む。みたいな感じで少しずつ上手にはなってるんですが、やっぱこのブロックが上にいてこうなってんのかとか下に2つ埋もれてんのかとかっていうのを探すのがむちゃくちゃ時間かかってるみたいな感じですね。上見た時に間違ってるやつっていうのはこれ3つなんですね。で、横見た時に間違ってるのはこれ2つなんだけど、これってここでもここでも間違ってるみたいな感じで被ってるんで、とりあえず1、2、3、4になるわけじゃないですか。なので、偶数だからこの子は間違ってる。みたいな感じになるんですよね。ここに入るブロックです。白も黄色も入ってないグレーなやつですね。なので、確定としては、これとこれとこれはもう確定なんですよ。赤木的に言うと、グレーな牌ですね。この子は EO の個数によって、EO が反転にもなるし、EO が正しいにもなるみたいな感じ。今回は、1、2、3、4なので正解。4個だからね、みたいな感じですね。で、そう、これ。持ってんね。本当に持ってんね。これ困るんですよね。これをここに持っていけないのよ。持っていけたら S の動きでできるのに、この子はね、私毎回これどう解いていくのが一番いいかしら。あ、そうだそうだ。その説明忘れてた。1個忘れてる説明あったんで、この後にしますね。私これあまり考えずにいつも回しちゃってたんで、これだけちょっと今考えちゃいますね。F のやつやるとこれとこれ交換されるってことは、これとこれが残る。つまり、この場合っていうのは F のやつやった後にヘッジスラマーでこれを直す。いける？ F のやつやった後に、うわ、こっち行っちゃうのか。こっち行っちゃうのか。で、また F のやつでやると。なるほどね。F2 発やんないといけないのかな。はい。で、ですね。以前動画でご説明したときに、これでいいかな。これでいいや。これとこれ、2つ間違ってるやつっていうのは、向こう側に置いておいて、F の U でやるといいよ、みたいな説明をしたんですけれども、そこまでやりにくいってわけじゃないんだけれども、これはね、手前に持ってきて、ヘッジスラマー、これで交換した方が明らかに早いですね。なので、上に隣接でエッジが違うよというやつがいた場合っていうのは、向こうの F がやりやすい方は F、U、F というので直してあげればいいんですけど、こっち側に持ってって、ヘッジスラマーをやってあげても EO の交換ができるよというようなコメントをいただいて、私はそれでやってます。そっちの方がやりやすかったんで。で、こっちのやつだけね、U なんですよね。U なんですよ。あとは全部3パターン S を使うやつも F を使うやつも全部 U プライムなんですけど、ここにあるやつをワイド F で向こうに F プライムやった時のやつって U なんですよ。なので、こうでもいいんですけど、割と指使いが結構複雑だなっていうのがあって、ちょっと気になってたんですよ。ですけど、隣接で EO の向きが違うよってやつは、ここに持ってきて、ヘッジスラマーをやってあげると交換することができるよというのを補足でお伝えしておきます。コメントいただいたブラインドめっちゃ上手な方、ありがとうございました。とてもためになりました。久々にしてはまあまあだな。はい、いかがだったでしょうか。今回は APB 回してみた感想ですね。あとは気づいた点の動画になります。参考になりましたでしょうか。前回の動画とかでね、サブスクライブとか実験で入れてたんですが、どうもね、日本の YouTube ではね、対応してないみたいで、スマッシュ the like ボタンとか言えば、いいねボタンが光ったり、サブスクライブっていうと、チャンネル登録が光ったりする機能がついてるんですが、発音が悪いだけという可能性がありますね。本物をぶち込んでおきましょうか。発音がね、スマッシュ the like ボタン、こんな感じでね、
光るんですよね。Hey guys, I don't usually do this even though I say this every video, but if you could like or subscribe to my channel, I'd really appreciate it. 優しく言わないとダメなのかね。なんでここでしか光んなかったんだろうね。この光ってる本物の音源を入れてるので、これで光らなかったら、日本の YouTube はまだ対応してないっていうことですね。という感じで、ちょっと実験でね、サブスクライブ入れてたんですが、発音が悪い説もある。スマット like ボタン。無理。ボタンって言ってないね。ボタン。もう一回聞いてみようか。素晴らしい発音だね。Smashing that like button to support us make スマスライクボタンアーノルド・シュワルツネガー if you smashing that like button スマスライクボタンどうしてもね、ザットが入っちゃうんだよね。ノバ行ってくるわ。というわけで、本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。この動画がためになったよという方は、ぜひ、サブスクライブはちょっと自信あるんだけどな。スマッシュthe likeボタン、よろしくお願いします。ではでは、まったねー。